に思わない？ホストやっててナンバーワン狙わないのってホストやってて何の意味あるのって思っちゃった。ここも行ってないですね。違うよ。ほぼ公園で育ってましたね。明けおめということで。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、うちのグループが誇るイケメンが来てくれましたけど、初めてだよね、俺。いや初めてです。何 JR の車掌さんなの？あ、そうですね。今車掌やってます。別にさ、こんなとこ来なくてもだって男困ってないよ。イケメンが来たよ。待ってた。乾杯しようぜ。はい。じゃあ、どのなんか乾杯の一言、今年の意気込みを。僕乾杯。いただきます。ありがとうございます。あ、なんか見せたんだ袋。はい。あ、じゃあいいです。荒廃してんな。じゃあですね。と、うわ、なんか良さそう。あとなんですけど、結構持ってきちゃって。あ、いいや、いいや、いいや。ワイン好きじゃないですか。あチーズですね。ズーチーちゃんも買ってたの。ズーチーですね。3つあるんですけど。めっちゃ買ったじゃん。多いっすね。とびきりなのが買いました。トの中身までイケメンだ。あれトノってなんか YouTube だってなんかもう俺かっこいいしみたいな変なキャラになってるじゃないですか。そうですね。チャンスですよ。もうこのかっこいい顔売ってきますよ、たくさん。失礼します。ご一緒してもよろしいですか。ご一緒します。ご一緒します。はい。はじめまして。すいませんって言ったらどうすんの？龍一です。よろしくお願いします。どうもイケメンです。自分で言ったね。はい自信あるんで。はい。ただね、ごめん、どっから言ったの？あ、イケメンだ。ちゃんと結構実はちゃんとしてるからね。俺ほんとあれ見て勘違いされないか心配だった。めちゃくちゃ癖血だね。すっごいいいですよ。僕をイスラムにして、これ僕新潟出身なんで、新潟の行ってきたんですよ、日本橋のところ。あ、そうなんだ。そうなんです。あ、なんかちなみに思ってなんで鮭の酒浸しみたいな。マジで。ちゃんとしてる、ちゃんとしてる。それ有名らしくて。一個だけ、一個だけ。いや、一個だけじゃないですか。サラダホップさ。新潟なんで。新潟知ってあれますこれ。結構新潟の人それと一緒にお酒飲むんですよ。マジで。あ、俺も行っていいですか。ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。一応今日やろうとしてるのが、前回有志さんとセルティアさんとローラの3人でやった質問を答えていくみたいな感じのことをやりたいな。質問が結構どれぐらい来たんですか？まあ200以上、2日前に募集して200以上なんで。いや前回もまあ結構面白かったんだけど、なんかこう新年一発目のこれが撮影だから、なんかイケメン呼んだけど数字取れるだろうっていうYouTube チームの。誰に対しての質問が一番多かったですか？これちょっと正直言っちゃうともうソーダさんがマジ？そうですよ。嬉しいです。俺よりローラさん一番少ない。マジで？そうなんだ。ローランドショーらしくちょっぴり意地悪な質問をします。ローランドらしくって何？めちゃめちゃ確かに。これはちょっと僕らもよくわかんないですけど、ソータさんの移籍に驚きました。桜で1位になってないのにシックでセルティアさんを倒す自信はどこから来るのですか？孫さんが相手んじゃないの？孫さんめっちゃ聞きそう、そういうこと。じゃあホストやっててナンバーワン狙わないのってホストやってて何の意味あるのって思っちゃうんですよ。高校野球みたいなってある程度甲子園で優勝したりとか目指してやるじゃないですか。そこのなんか通過点のところをこうなんかわざわざでかい目標でバンって掲げないじゃないですか。分かる、俺めっちゃそれ分かるんだよ。わかります？大会とかやったら出て、目標なんですか？ベスト8行きたいですか？じゃあベスト4かかった試合は負けていいって思ってやるのって俺もいやそうなんですよ。なんかそういうことで言ってるんですけど、まあでもこれ言われる気持ちは分かるんですよ。なんか推してるキャストのこと眼中にないみたいな感じで捉えられちゃうね。捉えられちゃうのはまあしょうがないかなとは思うんですけど、まあ来年ねセルティアさんが結構なんか一強って言われてる中でそこ倒さないとホストとしてなんかもうやるせないなっていうか、そういう気持ちがめちゃめちゃ強いんで。
ローランドグループの中でも、ザ・俺という感じのお三方ですが、それぞれ考える男のロマンって何ですか？あとお互いの共通点とか相違点あれば聞いてみたいです。むずくない？男のロマン難しいですね。共通項探そうぜ。共通項ですか？学生じゃモテたでしモテたってどのぐらいのレベルのこと言うかわかんないですよね。なんかファンクラブとかありました？いや、ないないですよね。いや、そういうレベルではないです。ょ。告白された回数は告白された回数ですか？あ、でも中学が一番多くて、中学の頃どのぐらいだったかな。告白まではされてないけど、好きらしいよ。好きらしいよみたいなの確かに多かったかもしれないです。10人ぐらいはいたんじゃないですか。マジかよ。でも彼女いたんで、でも当時。なるほどね。そうなんですね。俺一人だけさ、先輩でさ、めっちゃ頭いい子がいて、その子から手紙もらって、メールアド教えてくださいみたいな。俺その唯一の思い出ずっと握りしめてさ、今モテモテじゃないですか。詳細まで覚えてんだけど、もうあれなんだよ、ソータクラスになったら大体10人ぐらいですかね。その前でも中学生ってなんか人気者でちょっとチャラくてスポーツできてて、まあな、結構足早かったりとか。そうそうそう、結構なんかコロコロ好きな人変わったりするじゃないですか。だからそれもあるのかなって感じです。こう慰めにはならない。一件だけだから。どの？いや、僕、本当にモテてこなかったですね、昔。そうなんだ。ヤンキーでしょ、そういえば。ヤンキーで、ちょっとやんちゃはしていた感じで、そうだよねはい。なんかあんまり、女の子だっていうのは興味なかったですね。あ、ないんだ。はい告白とかされたことは？告白何度かあるんですけど、すぐ俺の上行くね。すごいでも太ってたんですよ、僕。あ、そうなんだ。は何もモテなかったんだ。い。もう全然ですでも1回以上はある。 1回以上はありますね。ああ。共通項ないかもしれないだから。共通点、接客スタイルっていうのはどうなんですか？なんか、どっちかというとジャンル近いのかなっていう感じが気がしたんでもですけど、さ、正直さ、自分選ばねえ女って本当見る目ないのに普通に思わない。めちゃくちゃ思いますね。なんで俺以外選ぶのかさ、分かんないでしやっぱなんかこう、ローランドグループだからこそ、やっぱ配信あるわけじゃないですか。なんでこんな視聴者少ないんだろうなとか思ったりとかはありょ。ああ、ます。そこかもね。そうだと思うでしょ。いや、めちゃめちゃ思いますね。一強だろうと思うんですけど。自分でさ、めっちゃさ、初回で結構刺さったなっていうさ、お客様がさ、違うやつを売りとかにしててさ、もうなんか一気にさ、興味なくならない。わかります。わかるでしょ。めちゃめちゃわかります。芸歴とかそうだった。そうなんです。なんか俺選ばねえんだよ。あ、そっちタイプね。逆にいいわ、俺みたいな。逆に。そこだな。強気接客。3人に質問です。どんな家庭環境で育ちましたか？ホストになると言ったとき、家族の反応が知りたいです。これトンド多分すごいと思う。俺トンドちょっとだけ聞いたけどさ。そうですね。聞いたことないそうタブだよね。なんかちょっと不幸自慢になっちゃうかもしれないんですけど、その過去、どういう生い立ちかっていうと、もうざっくり言うと、ほぼ公園で育ってましたね。おお、ね、ほぼホームレスだったでしょ。ほぼホームレス状態でしたね。親御さんは？お母さんはしっかりこう愛してくれる人だったんですけど、ちょっとそのお母さんの彼氏さんが、ちょっとどうしようもない男で、そっち系の方だったので、なんかこう例えばちょっと探されてるとか、そういうのがあって、ちょっと今帰ってこないでくれみたいな状況があって、でやっぱもう手持ちもお金もなくて、もう友達にお願いしたりとかっていう、ちょっと反抗やしちゃったりとかっていうのはありましたね。そうなるよね。っていうお人たちですね。ちょっと学校行ったのさ。学校はほぼほぼ行ってないですね。もともとその集団で勉強するっていうのが苦手っていう部分もあったんですけど、結構もうひねくれちゃってた部分もあったんで。じゃあ高校は？高校も行ってないですね。行ってないんだ。中学卒業でこう職人で雇ってもらってっていう感じですね。転々としてました。ホストだったの？ホストになったのは21の頃ですね。ママそれ大丈夫？お母さんもやりたいことをやりなさいっていう方なので、頑張ってね、参考してくれてっていう感じですね。結構メンタルの強さには自信はあります。確かにね、その環境だったらね。で、ソータさんは？逆に僕中学高校ちゃんと行ってて皆勤賞なんですよ。マジで？なんで科目賞来たの？いやでも確かに、てかさ、JR って入るのむずいっしょ？むずいんじゃないですかね、あれって。だよね。だけど結構僕専門学校卒なんですけど、結構周りの
大学卒の人は結構有名な大学じゃないと受かってない人多いですね。関西予説あんのかやっぱり対面で話して面接みたいなこと得意だったんで、結構それで持ってったら面接うまかった面接懐かしいですね。確かに。失礼します。こんにちは。こんにちは。かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。で入るとしたら寮ね。はい、いや、あ、寮じゃないの？あ、寮じゃないの？入らなくてもいいかな。どうすんの？新潟から帰るわけにはいかないでしょ。いや、東京なんかいやいやいや、逸材じゃないですか。それ何？女の子の鍵？あ、そうですね。ちょっと待って、もう一回見て、何個あんのよ。あ、でも今3つと、あと携帯のミーってやつ開けになってる。あるね、あるね。どうして開ける？まあ、開けるのは2個ぐらい。いや、これはまあ売れますわ。あ、本当ですか？どういう家だったの？父親公務員で、母親が僕3人いるんですけど、妹2人で。で、その間はまあバイト母親がやって、まあ今は普通の会社員やってますね。公務員やつはさ、親御さんとかさ、ホストやるときはさ、いや、黙って上京したんですよ。あ、そうなの？でも俺一緒ですからさ、あれバズったからさ、あ、そうなんですよ。あれだバレたきっかけが、父親の、同僚の人、会社の人がたまたまそのローランドショー見てて、で自分が JR 勤めてたことは知ってたらしいんですよ、彼女が話してて。なんで息子さん JR で勤めてたよねみたいな。なんか JR の車掌さんでなんかホストになる人がいるらしいけど、これ知ってる人みたいな感じで見せられたのが息子だったんです。そうなんです。それきっかけでバレて、怒られた？いや怒れてないです。そうなんか父親は意外となんかやると思ってたみたいなことも言われてし、そうだし、なんかそれで挑戦するのマジすごいなみたいな感じで結構応援してくれてます。なんか YouTube ライブとかさ、親御さん出てたよね。あ、出てますね。息子がホストになったと知った時の感想が聞きたいです。しっくりきたね。ああ、てかしっくりきたっていうかね。昔から言ってたもんね。やりそうって感じだったからね。目立ちたがりだよ。それすごいです。結構すごいことです。いや嫌だって言ってましたけど、無理やり出させて。いや言うね、目立ちたがりは言うね。そうだ。しっかり喋る。結構な尺で言ってました。結構な尺。絶対出してるじゃん。でもイケメンって言われて喜んでました。また出るわ、これは。次、英語圏の方からの質問です。もし1種類の食べ物しか永遠に食べられないとしたら何ですか？米ですね。キュウリ。俺は女か。そうたくんに質問です。はい。人気だな。ありがたいですね。月に使う美容代と内訳を教えてほしいです。美容施術とかをやったことなくて、生まれつきだと。もともとそんなニキビできないタイプでしたけど、でもやっぱりそのホストやってからだと、結構食生活不絶対になりがちじゃないですか。だからそれからなんか一時ちょっと肌荒れして、でなんかいい方法ないかなと思った時にサプリメントめっちゃ調べたんですよ。でサプリメント調べていくうちに、あ、この栄養とこの栄養大事なんだみたいな勉強して、それを取るようになってもうあれですね、脂っこいものとか全然できないんで。そうなんだ。だから美容代月数千円とかじゃないですか。数千円が結構力あるんですか。あんまりこだわりない。金かけてる意味ねえんだ。いや、意味ないとかわかんないですけど、あんまり金かけてます。そうなんだ。奥村さんどうですか？僕はそうですね、ハーブピーリング売ってますね。めっちゃ頑張ってる。いや、それと椿さんいるじゃないですか。椿さんがめちゃくちゃ美容に詳しいので、結構こう聞いて真似してますね。爪とか。爪だってさ、見して。爪もやってますね。美意識高いね、めっちゃ。すげえな。じゃあ結構かける派なんだね。そういうところにはもう全然かけますね。とやっぱこうザクラブなんで、ローランドさんがいるお店っていう感じでみんな来てくれるじゃないですか。やっぱだから綺麗でいないとなっていうのは。まあオーナーが綺麗だからね。そうです。まあ、一応ローランドさんにも来てますし。一応って何？一応。なんだよそれ。なんかちょいちょいトゲあんだよ。韓国語で。韓国語でカムサムニだ。ローランドさんの美肌の管理方法を知りたいです。ああ、でも俺は窓めっちゃでけえからさ、家の中行っても日焼けするのよ。なんか家の中でも日焼け止め塗ってるし、あと基本的に化粧しない。テレビ出る時以外はもう化粧しないから。やっぱ化粧ってあんま良くないじゃん。そもそも。あとなんだろう、俺結構寝るね。
こうあとまあサプリ飲んだりとか、まあ、美容施術はもう週3回4回ぐらい受けてるし、脱毛も、まあ、してたし、あとめっちゃやってんな俺。そうめっちゃやってんな。やってんだろお前どうせ。いや、やってないんですよ、意外と。絶対みんなそうやって言うもん。俺だってテレビで聞かれたら「いやそんな頑張ってないですけど」言うけど正直めっちゃやってるよ俺。何が一番変わりました？正直筋トレ。あもうなんかもう人間って昔さマンモスが追いかけてたらしいじゃん、本能がもうなんかさ呼び起こされるんだよね。だから飯食って肉食って女と遊んでたら俺もうなんか心の病にはならないと思うマジで毎日ドキドキしてるよ。1日ごとに好きな曲変わるからさ。なるほど。やらしないって言い方ですけど、まだ多いですね。1期生のオーディション見て、自分でもいけるなって思って応募したところはそうだね、意外となんかそこら辺にいそうだなみたいなちょっと思っちゃったんですよ。